皆さんこんにちは、みおです。新年明けましておめでとうございます。2026年の始まりということで、今回は私の手帳の使い分けと書き方を紹介したいと思います。概要欄にチャプターをつけているので、気になるところからでも見ていただけます。今は全部で10冊の手帳とノートを使っています。まずは全体を軽く説明した後に1冊ずつ詳しく紹介していきます。こちらはメインの手帳でピュアライフダイアリーのものです。目標やなりたい姿を書いています。ロルバーンはサブ手帳として日々のトゥードゥーリストや振り返りを書いています。メインは整える用、サブは行動用の手帳です。3冊目はバーチカルの手帳として1日の時間の使い方を記録しています。4冊目はジャーナリング用のノートで、その時に思っていることを自由に書いています。5冊目は言語化用のノートで、自分の気持ちを言葉にするために使っています。6冊目は言葉ノートで、素敵だなと思った言葉を書き留めています。7冊目は感謝ノートで、登録者数の節目ごとに感謝を書いています。数字の目標ではなく、応援してもらえていることを忘れないためのノートです。8冊目は YouTube の企画用ノートで、動画のアイディアを書いています。9冊目はショート動画用の企画ノートで、短い動画のアイディアをまとめています。10冊目はハビットトラッカーで、日々の習慣を記録しています。ここからはそれぞれのノートを詳しく紹介します。まずはメインで使っているピュアライフダイアリーの手帳です。この手帳は自分を知るためのワークなどもたくさんあります。今回は月始めに書くこととフリーページの使い方を紹介します。フリーページには記録したいことを書くためのページを作ります。まずは100のやりたいことリスト、読んだ本を記録するブックリスト、いただき物や贈り物を記録するプレゼントリスト、今日は100のやりたいことリストを書いていきます。私は9個のジャンル別に分けて考えます。思いついたことをどんどん書いていって、楽しい気持ちで書くとすごくワクワクします。すぐにできそうな簡単なことから人生で達成したいことまで幅広く書いています。100個全部書けました。今年の年末に振り返って線を引くのが楽しみです。1月の月間ページを書きます。ワークの一つの To Be サークルを見ながら、今月の目標ややりたいこと、そのためにやめたいことを決めます。私は今月は感謝を大切にして読書を楽しむ1ヶ月にしたいです。
フリーのところには今月の占いのまとめを書きます。占いに頼るわけではないですが、何かを始めたい時に後押ししてくれるような言葉があったり、心地よく過ごすためのヒントみたいな感じで取り入れています。1月のページが書けました。ウィークリーページにはその日に感謝したことを3行日記で書きます。マンスリーページには運動と勉強の記録を書いています。この手帳には前向きになれることだけを書くようにしています。サブ手帳として使っているロルバーンです。その日にやることをトゥードゥーリストで書いたり、1週間ごとに振り返りをしています。メインの手帳では1ヶ月の振り返りをしますが、この手帳で毎週少しだけ自分と向き合う時間を作ることで気持ちを切り替えて1週間を過ごすことができます。1週間の振り返りは今週にできたこと、できなかったこと、来週の目標の3つを書いています。去年からこのまま続けて使っていくので、今年の見出しを作ります。日付とその日にやることを書いて、できたらチェックを入れてます。チェックが増えていくことで小さな達成感の積み重ねを感じることができます。できなかった日はできなかったなくらいで、あんまり自分を責めないようにしています。ノートをバーチカル手帳として使っています。1日の行動を簡単に記録して時間の使い方を見直すために始めました。最初に線を引いて、横に日付、縦に時間を書きます。1行余ったところには見出しのシールを貼って分かりやすくしています。その下には毎日記録しておきたいことを書いています。今週の日付を書いたら丸か×をつけるだけです。あとは起きた時間、日課のヨガの内容、朝ごはんなどをその日の流れに沿って書くだけです。こんな風に使うと一日の動きが見えて、後から見返すのが楽しくなります。ジャーナリング用のノートです。その時に思っていることを自由に書いています。特に不安や心配なことがある時に書くと、
頭も気持ちも少し落ち着いてきて大丈夫って思えたりもします。最近は本で紹介されているモーニングページの書き方を参考に朝の時間に書いています。言語化ノートは最近始めたばかりですが、こうやって頭の中を言語化するという本で紹介されている書き方を参考にしています。私は自分の気持ちを言葉や文章にするのが少し苦手です。でも今年は自分の思っていることや素直な気持ちを言葉にして伝えたいと思っているので、こちらのノートで練習中です。言葉ノートにはロルバーンを使っています。本や SNS で見つけた心に残った言葉や励まされた言葉など好きな言葉を書き留めています。見返すだけで心が整うような私だけのお気に入りが詰まっている素敵なノートです。素敵な言葉は日常のいろんなところにあふれているので、これからももっと言葉を増やしていきたいです。ハビットトラッカーには無印のマンスリーノートを使っています。習慣化したいことを書いて、できたらシールを貼るだけです。こちらは朝にやったので今シールを貼っちゃいます。まだできてないこともありますが、自分のペースで頑張りたいと思います。もともとは続けることも苦手ですぐにやめてしまいがちでしたが、シールの枚数がどんどん増えていくのが嬉しくて続けるきっかけにもなっています。続けられているということがちゃんと形になって目に見えるので自信にもつながります。YouTube 企画ノートは無印の2コマノートを使っています。その日にやりたいことや予定から動画の内容を組み立てることが多いです。撮りたいことをざっくりとメモしておいて、その流れで撮影しています。今回の動画だとこんな感じです。上の段で構成を考えて、下の段には実際に投稿した動画のタイトルや内容をまとめています。ショート動画用の企画ノートは無印のウィークリーノートを使っています。撮りたい内容をメモして動画が完成したらシールと投稿した日付を書いています。今回の手帳紹介もショート動画を撮りたいと思ったのでメモしてみました。今年はショート動画もたくさん撮りたいと思っています。感謝ノートは無印の4コマノートを使っています。YouTube の登録者数が10名増えるごとにシールと感謝の言葉を書いています。ゼロから始めて今では550人以上の方に登録してもらえて本当に励みになっています。これは数字を目標にしているのではなく、初心を忘れずに感謝の気持ちを残しておきたくて始めました。これからも大切にしたいノートです。これで全部の紹介が終わりました。少しでも手帳の書き方が参考になれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。2026年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様にとって素敵な一年になりますように。